こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。いいこといっぱいあったかな、アホコです。先日、YouTube で所さんの97チャンネルを見てたら、イタルジェット特集をやってて、クリーブランドの FX110 をイタル風に改造したやつと、イタル風な自転車、モールトンを並べてた。本物イタルをいじって遊んでたかいね。そしたら、国内スクーター事情が気になってきてさ。で、まとめてみたってわけですか。国内でも尖ったスクーターがないかな、と思ってね。デザインの尖り方はイタルジェットが一番だけど、それ以外でも尖った性能を持つスクーターを探してみたぜ。というわけで、今回はこのテーマでお届けします。2022年国内で買える尖った個性のスクーター17選。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。今回の流れはこんな感じだ。2022年、国内で買う、尖った個性のスクーター線。経済的なスクーター編。鉄板なスクーター編。大型なスクーター編。個性爆発なスクーター編。です。じゃ、はじめご。経済的なスクーター編。車体価格が安い、燃費も良くて長距離走れるバイクを 250cc まで探してみたぜ。なぜ 250cc までにしたの？この排気量以上になると、車両価格も100万円を超えるし、安いって感覚がなくなると思ってな。まずは車体価格が最安値からだ。50cc 最安値、スズキ、レッツ。国内で新車購入できるスクーターで最安値のバイク。それがスズキのレッツだ。安いだけじゃなく、軽くてシート高も低く、使いやすさに全振りしたスクーターだぜ。スズキなら、ちょい乗りでしょう。それ、約20年前の話だろ。今ならヤフオクで、1万スタートで売ってるな。これ買って、レストア動画なんていかがですか？誰が見るのそんな動画。で、スペック的にはどんな感じなの？車両サイズは1660、615、995。重量は 70kg でシート高は 695mm。エンジンは空冷タンク等 49cc。最高出力は 3.7 馬力 8500rpm。最大トルクは 0.35kg/F7000rpm だ。ガソリン仕様はレギュラーで燃費は 52.8kg。ガソリンタンク容量は 4.8 リットル。航続距離は 253km だぜ。このバイク価格は安いけど色々工夫が凝らしてありますね。足元付近を絞り込み、足を下ろしやすくしたフロアボード、コンビニフックとか。鈴木はちょい乗りで原画ギリギリを攻めてるから。使いやすさと価格の塩梅設定は絶妙だぜ。グバイクの中古車価格帯は、49,500円152,900円で185台だな。新車価格は 16.61 万円だ。50cc クラスのライバルは、ホンダのジョルノやヤマハのビーノだな。この2台、今は OEM で兄弟車、いや姉妹車なんですよね。その話はまた後で。125cc 最安値、スズキ、アドレス110。50cc に続き 125cc でもスズキが最安値ですか？価格についての企業努力は半端ないスズキ。やっぱり、消費者が一番気にするのは価格だからな。的確に価格設定をしてくる会社、それがスズキ。ちなみに、アドレスという社名は1980年代から使われてる。今アドレスはインド生産のグローバルモデルだけどな。ホンダならリード、ヤマハならジョグですか？各社、ちゃんと名前は残してるな。で、スペック的にはどんな感じなの？車両サイズは1845、665、1095、重量は 100kg でシート高は 755mm。エンジンは空冷タンク等 112cc、最高出力は 8.8 馬力 7750rpm、最大トルクは 0.88kg/F6250rpm だ。ガソリン仕様はレギュラーで燃費は 48.9kg、ガソリンタンク容量は 5.2 リットル。航続距離は 254.3km だ。前後連動ブレーキやサイドスタンド、シート下トランクはヘルメットアルファ、メットホルダーもなぜか2個付き。走行性能ではホンダのディオ110に負けてますが、お買い得感で頑張ってるってことですね。グバイクの中古車価格帯は、94,800円23万8000円で116台だな。新車価格は 22.55 万円だ。2022モデルではレッドとゴールドのスペシャルエディションが設定されているぜ。接刻金を組み合わせれば、あのお方のあのボディカラーも再現できますね。袖付きか？さあ、155cc 最安値、ヤマハ、マジェスティエス。あ、一つ目お化けだ。それは2017年モデルまでだ。ヤマハのスクーターはマックスシリーズとなったが、旧世代のおじさんにはこちらのが馴染みがあるスクーター、マジェスティエスだぜ。155cc で高速にも乗れるって歌い文句ですが、実際どうですか？個人的には、常用するものじゃないな。小排気量で高回転を使い続ければ部品は消耗するし、油脂系も早く劣化する。なので、毎日遅刻続きでガンガン高速使うって人は 250cc クラスをおすすめするぜ。何そのシチュエーション。街乗りスタイで使うなら、全く問題なしだ。で、スペック的にはどんな感じなの？車両サイズは2030、715、1115、重量は 120kg でシート高は 795mm。
エンジンは空冷タン気筒 155cc、最高出力は15馬力 7500rpm、最大トルクは 1.4kgF6000rpm だ。ガソリン使用はレギュラーで燃費は 37.5kg、ガソリンタンク容量は 7.4 リットル。航続距離は 277.5km だ。32リットルのシートしたトランク、DC 電源、アルミ製コンビニフック、フロント給油口など、使い勝手の良い装備ですね。グバイクの中古車価格帯は、12万円155万円で212台だな。新車価格は 37.95 万円だ。噂でマジェ後継は X フォースと言われてる。確か、スマホ接続、トラクションコントロール、VVA 装備の環境対応エンジンが搭載されたモデルですね。ヤマハの 155cc 国内ラインナップには、マジェ S と NMAX と X フォースと3社入り乱れてる。グローバルに考えれば各社役割が違うんだろうけど、国内に三つどもえはパイの食い合いになると思うから、デザインが気に入った人はぜひ早めの購入を。燃費が最強、ホンダ、ジョルノ&ヤマハ、B の。次はリッター燃費が一番なバイクですね。この2台、エンジン共用モデルなんですよね。そうだな。ホンダとヤマハの業務提携で、ジョルノをベースにしたヤマハ、B のが誕生したんだぜ。で、それがくまモンやゆるキャンと組んで、大人気車種となったと。リンちゃん仕様 B のは非売品だけど、よく似たカラーのポニーブルーに初心者マークを貼れば OK ですね。コスプレアイテムにどうぞ。で、スペック的にはどんな感じなの？車両サイズは1650、670、1035、重量は 81kg でシート高は 720mm。エンジンは水冷タン気筒 49cc、最高出力は 4.5 馬力 8000rpm、最大トルクは 0.42kgF6000rpm だ。ガソリン使用はレギュラーで燃費は 58.4kg、ガソリンタンク容量は 4.5 リットル。航続距離は 262.8km だ。前後コンビブレーキ、DC 電源、アイドリングストップを装備してますね。要のエンジンだが、まだ最新排ガス規制に未対応だぜ。自社だけの対応じゃないから、簡単には対応できないのでしょうか。グバイクの中古車価格帯は、39,800円32万5000円で490台だな。新車価格は 20.9 万円だ。ジョルノと B のは、価格とデザイン以外は全く同じだ。ヘッドライトのデザインとインカーで見分けてくれ。間違うと HY 警察が。航続距離が最長、ヤマハ、X マックス、250cc モデルが最長航続距離バイクなんですか？意外だろ？リッター燃費が最高のジョルノ B のコンビだと思ってました。しかも最新の国内排ガス規制にも対応済みだぜ。個人的には、250cc クラスが一番バランスが取れた排気量だと思うので、おすすめだ。真島さんもそうおっしゃってます。真島は実は、なんだぜ。最新回見てないからネタバレやめてください。で、スペック的にはどんな感じなの？車両サイズは2185、775、1415、重量は 179kg でシート高は 795mm。エンジンは水冷タン気筒 249cc、最高出力は23馬力 7000rpm、最大トルクは 2.4kgF5500rpm だ。ガソリン使用はレギュラーで燃費は 33.8kg、ガソリンタンク容量は13リットル。航続距離は 439.4km だ。トラコン、スマートキー、ヘルメット2個収納できるトランク、2段階調整スクリーンとハンドルを装備です。グバイクの中古車価格帯は、34万7000円69万8000円で64台だな。新車価格は 65.45 万円だ。ヤマハの最高本スクーター、T-MAX560 の雰囲気を持つヨーロピアンスクーターだ。走りもデザインも申し分ない大人のスクーターだな。鉄板のスクーター編。スクーターのことはよく知らないけど、とりあえずこれを買っとけば OK なモデルを、排気量別に選んでみたぜ。通勤や通学でバイクを使うことになって、でも何を買えばいいかわからない時におすすめなバイクですね。ま、そんな感じだ。6、鉄板 125cc、ホンダ、リード125。まさに時代をリードするバイクは、空気のように澄んだデザインと走りを持つバイクだ。鉄板すぎて、なんと紹介したら良いか迷った挙句、賛美紹介するもピンとこないというオチ。正解です。エンジンはホンダ最新の ESP 仕様排ガス規制対応だし、燃費も 40km 後半だし、デザインも正面から見たらクリオネ出しで可愛いし、ハンドル周りも本体と同色塗装されてて、リアキャリアも標準でネットイン収納も申し分なし。言い直した割には、いまいちな紹介ですけど、こんなに日常使いが最高なバイクなのに、褒める言葉が見つからないんだよ。それは、リードが40年間かけて培った性能を、ちゃんと理解してないからです。おう。汚なこらホンダ好きのうんちくたれめ。ちゃんとリードに敬意を払って、この特別な当たり前をちゃんと語れるようになってください。はい。頑張ります。で、スペック的にはどんな感じなの？車両サイズは1845、680、1130、重量は 116kg でシート高は 760mm。エンジンは水冷タン気筒 124cc、最高出力は11馬力 8750rpm、最大トルクは 1.2kgF5250rpm だ。ガソリン使用はレギュラーで燃費は 49kg、ガソリンタンク容量は6リットル。航続距離は 294km だ。アイドリングストップ、コンビブレーキ、
スマートキー、USB ソケットタイプ C ソケットにフロント給油口です。グバイクの中古車価格帯は、149,900円31万円で162台だな。新車価格は33万円だ。7、鉄板 125cc、ヤマハ、NMAX、ヘビー S。マックスシリーズの三男坊、NMAX は新生マックスシリーズの初国内導入モデルだぜ。確か、155cc 版もありましたけど、なぜこちらを？子供に買ってやるなら、安くて燃費が良い方がと思ってな。ところでさ、子供の小遣いって親父の小遣いから払うものなのか？さあ、どうなんでしょうね。まあ、このバイクなら子供受けはいいでしょうね。スマホ接続機能もついてますしね。そう、だから NMAX がおすすめなんだよ。で、スペック的にはどんな感じなの？車両サイズは1935、740、1160、重量は 131kg でシート高は7.5ミリ。エンジンは水冷短気筒 124cc、最高出力は12馬力 8000rpm、最大トルクは 1.1kg F6000rpm だ。ガソリン使用はレギュラーで燃費は 46.9kg、ガソリンタンク容量は 7.1 リットル。航続距離は 333km だ。グバイクの中古車価格帯は、15万8000円37万8000円で115台だな。新車価格は 36.85 万円だ。ライバルの PCX と比べ、こちらは走行性能重視だ。前後独立 ABS PCX は前輪のみ、可変バルブ装備のブルーコアエンジン PCX は VVA 機構なし。重量も NMAX が 1kg 軽い。その説明では、子供には全く刺さらないでしょうけど。心配ない。子供が親の意見を聞くことなんてない。そんなこと言ってると、ずっとこの先 ATM 親父ですよ。悪かったな、シンジ。8、鉄板 160cc、ホンダ、PCX160。250cc キラーとして登場、250cc の便利機能を丸ごと搭載した海外生産でリーズナブルモデルだぜ。鉄板中の鉄板バイクですね。しかも、エンジンを 160cc 化した高速対応モデルまで準備された、需要にジャストフィットなモデルだぜ。現行型の2021年モデルは、さらに手こ入れされてます。過去のネガ部分は完全に払拭された、完全体 PCX だ。まさに、何でも使えるバイクですね。で、スペック的にはどんな感じなの？車両サイズは1935、740、1105、重量は 132kg でシート高は 764ミリ。エンジンは水冷短気筒 156cc、最高出力は 15.8 馬力 8500rpm、最大トルクは 1.5kg F6500rpm だ。ガソリン使用はレギュラーで燃費は 45.2kg、ガソリンタンク容量は 8.1 リットル。航続距離は 366.1km だ。スマートキー、トラコン、アイドリングストップを搭載。液晶反転デジタルメーター、メッキ加工されたバーハンドルなど、高級感の演出が上手ですね。グバイクの中古車価格帯は、116,200円88万円で217台だな。新車価格は 40.7 万円だ。派生車として、4秒間のモーターアシストが特徴の PCX-EH-EV もラインナップされてる。新しいもの好きの方はこちらもどうぞ。9、鉄板 250cc、ホンダ、フルツァ。あ、主おすすめの 250cc スクーター、その2ですね。だぜ。デザインはちょいと古めだけど、2021年にモデルチェンジしてるぜ。ライバルの XMAX と共に改良を繰り返し、今や国内に 150cc スクーターを背負って立つモデルだ。最新の21年型はラジエーター搭載位置変更で、フロントタイヤ荷重を増加、接地感の改善が図られてる。あれ、鈴木のバーグマンは？鈴木もバーグマン200ってスクーター、発売してたよね。ライバルじゃないの？そこは、察してくれ。で、スペック的にはどんな感じなの？車両サイズは2145、750、1360、重量は 186kg でシート高は 780mm。エンジンは水冷短気筒 249cc、最高出力は23馬力 7750rpm、最大トルクは 2.4kg F6250rpm だ。ガソリン使用はレギュラーで燃費は 33.2kg、ガソリンタンク容量は11リットル。航続距離は 365.2km だ。電動スクリーンの可動域増加、トラコン、キーレス、タイプ C の USB ソケット。エマージェンシーストップシグナルと装備も満載です。グバイクの中古車価格帯は、12万9000円65万8000円で62台だな。新車価格は 65.89 万円だ。PCX の影に隠れているが、オールラウンドに使うならフォルツァは超おすすめだ。これなら子供が使わないとき、親父さんが使っても違和感ありませんしね。これでバイク2台持ち夢が叶うかも。ぐへへ、それが目的？大型なスクーター編。国内モデルに大型スクーターって、存在してたんですね。このクラスのモデルを扱うメーカーは、ヤマハとスズキと BMW、今回は紹介してないがキムコの4社だな。大型スクーターって聞くと、カナダのバイク的なモデルが販売されないか楽しみにしてるんですけど。それはきっと、あのメーカーがやってくれると願ってるぜ。10、スズキ、バーグマン 400ABS。スズキが1998年から20年間販売してきた大型モデル、スカイウェブ400の後継バイク。それがバーグマン400だ。
400cc スクーターは絶滅危惧種で、現在はスズキと BMW の C400 シリーズぐらいだ。デザインはスズキらしいノスタルジックな雰囲気ですが、走りの方はいかがですか？それがどの記事も高速域が良いって内容だな。かといって出だしが重いってこともない。でも、販売台数は厳しいって見かけましたよ。中古台数も12台しかないし。普通免許で乗れる最大排気量スクーターを残してくれてるのは、きっとスズキの良心だな。で、スペック的にはどんな感じなの？車両サイズは 2235-765-1350、重量は 218kg でシート高は 755mm、エンジンは水冷短気筒 399cc、最高出力は29馬力 6300rpm、最大トルクは 3.6kg/F4900rpm だ。ガソリン仕様はレギュラーで燃費は 25.2kg、ガソリンタンク容量は13リットル。航続距離は 327.6km だ。ブレーキロックレバー、イージースタートシステム、4バルブツインスパークエンジンなど、スズキらしい実用性と快適性を極めたスペックです。グバイクの中古車価格帯は、379,900円778,800円で12台だな。新車価格は84.7万円だ。2021年モデルでは最新排ガス規制にも対応した。この形と性能で、400にこだわるリターンライダーの受け皿となっていてほしい。11、ヤマハ T-MAX560。国内スクーターで、最高峰の性能を持つバイク、それが T-MAX560 だ。最新の2022モデルでは、デコスケデザインから鼻筋くっきりの顔立ちになりましたね。シリーズ最上位モデルには、ちょっと違ったデザインを採用してくるのがヤマハのずるいところだな。T-MAX560 は走りに振ったスクーターだ。エンジンは DOHC4 バルブ、電子スロットルに軽量ホイールと、ヤマハのスポーツバイクに採用されている技術がふんだんに取り入れられているぜ。で、スペック的にはどんな感じなの？車両サイズは 2195-780-1415、重量は 218kg でシート高は 800mm。エンジンは水冷2気筒 561cc、最高出力は48馬力 7500rpm、最大トルクは 5.7kg/F5250rpm だ。ガソリン仕様は廃屋で燃費は 22.1kg、ガソリンタンク容量は15リットル。航続距離は 331.5km だ。7インチ液晶メーターにスマートキー、ナビアプリにも対応したスマホ接続機能は超便利です。グバイクの中古車価格帯は、108万円149万8000円で12台だな。新車価格は 136.4 万円だ。高級版のテックマックスには、グリップシートヒーター、クルコン、ワンプッシュスタート機能が追加され 18.7 万円高だ。一生使えるスクーターになりそうですね。個性爆発なスクーター編。最後は、唯一無二のデザイン、性能で独自路線を突っ走るモデルたちを紹介するぜ。各社が次の可能性を探るバイクたちですね。12、リリーグイスタイル、ホンダ、XADV。街乗りスクーターと対岸にあるアドベンチャーモデルを融合したモデルが XADV だ。あ、これ見た目はスクーターだけど、中身はネイキッドバイクってやつですよね。NC シリーズをベースに開発、販売されたモデルだからな。今までのスクーター枠に収まらない風貌で、ヨーロッパでは久しぶりのヒットスクーターとなった。ADV というより、ガンダムですよね。2021年のフルモデルチェンジではフレームから見直され、じっくり育て上げてるモデルだぜ。ちなみに、国内で買える最大排気量のスクーターだな。で、スペック的にはどんな感じなの？車両サイズは 2200-940-1340、重量は 236kg でシート高は 790mm。エンジンは水冷2気筒 745cc、最高出力は58馬力 6750rpm、最大トルクは 7.0kg/F4750rpm だ。ガソリン仕様はレギュラーで燃費は 27.7kg、ガソリンタンク容量は13リットル。航続距離は 360.1km だ。オートマ免許で乗れる DCT、電子スロットル搭載、グラベル走行モード搭載、スマートキーにスマホ接続など、装備も走りも個性的なバイク。グバイクの中古車価格帯は、82万8000円145万8000円で41台だな。新車価格は132万円だ。750cc 以外にも、150、350が展開されている。でかすぎて不安、っていうなら、他の排気量を選ぶってのもありだぜ。13、リリーグイスタイル、BMW C400X。C400X は EK ライト採用で GS の雰囲気を取り入れた大型スクーターだぜ。XADV 人気に便乗したのかな？時期的に近いけど、便乗ってよりはたまたま被った、ってことだろうな。なんでまた、ガラパゴス排気量クラスに BMW が参入してきたんだろう？欧州の二輪免許制度には、約47馬力以下のモデルに乗れる A2 ライセンスってのがあるんだけど、この馬力制限が国内の 400cc 以下モデルと被るから、って話みたいだぜ。で、スペック的にはどんな感じなの？車両サイズは 2210-780-1310、重量は 206kg でシート高は 775mm。エンジンは空冷短気筒 349cc、最高出力は34馬力 7500rpm、最大トルクは 3.6kg/F6000rpm だ。ガソリン仕様はレギュラーで燃費は 28.6kg、ガソリンタンク容量は 12.8 リットル。
航続距離は 366.1 キロだ。ABS、ACS、6.5 インチ液晶メーターと、BMW だけど、そこまで高くない印象ですね。グバイクの中古車価格帯は、38万円94万円で23台だな。新車価格は 99.9 万円だ。400cc 系はこれで終わりかと思ったら、C400GT って派生モデルも国内導入されている。今後の動きが気になりますね。14、エレキテル、BMW、CE04。と、言ってるそばから BMW の電動スクーターが登場だ。なかなか攻めるな BMW。電動についてはちょっとうるさい主的には、この CE04 はいかがですか？スペック的には航続距離130キロ。往復なら片道65キロ。ツーリングには厳しいが街乗りなら OK だぜ。出先に充電設備があれば、より安心だ。充電といえば、国内の高速充電企画茶デモには見たようだ。なので出先での充電はコンビニにある 200V 普通充電を利用することになり、約4時間で満タンだな。高速使いはどうかな？高速使いはチャレンジャーだな。高速では回生ブレーキがほぼ使えないし、ずっとモーターは回しっぱなしだ。100キロ程度で巡航したら、多分60キロぐらいしか電池は持たないだろうな。で、スペック的にはどんな感じなの？車両サイズは2285-855-1150、重量は231キロでシート高は800ミリ。エンジンは永久磁石式同期電動機、最高出力は42馬力 4900rpm、最大トルクは 6.32kgF04,900rpm だ。バッテリー容量は 8.9kWh キロ、航続距離は130キロ60定値だ。グバイクの中古車価格帯は、149万6000円で1台だな。新車価格は161万円だ。160万で車検なしの航続距離130キロ。日産サクラは240万からで180キロ。リーフは400万で322キロ。あなたにぴったりな電動モビーテは？ 15、至高の3輪。ヤマハ、トリシテ300。一度見たら忘れられないデザイン。ヤマハの LMW シリーズトリシテ300だぜ。リンちゃんの次のバイク候補ですね。水色で若葉マークつけたら出来上がりです。あれは 125cc だけどな。300は X-MAX をベースに三輪化されたモデルだな。スタンディングアシスト機能付きで、押し歩きや短時間停車時に車体の自立をサポートしてくれるぜ。この機能ですが、最近リコール対象になってたから、これから購入する方は確認くださいね。で、スペック的にはどんな感じなの？車両サイズは2250-815-1470、重量は 237kg でシート高は 795mm。エンジンは水冷単気筒 292cc、最高出力は29馬力 7250rpm、最大トルクは 3.0kgF5750rpm だ。ガソリン仕様はレギュラーで燃費は 31.5kg、ガソリンタンク容量は13リットル。航続距離は 409.5km だ。スマートキー、DC ジャック、UBS 前後連動型ブレーキを装備してますね。グバイクの中古車価格帯は、66万8800円90万300円で18台だな。新車価格は 95.7 万円だ。ヤマハの三輪シリーズは取りして125、155、300、そして内見と展開されている。125は手軽な LMW 体験車、155は高速に乗れるし、別売りのルーフキットも装備できる。そして見た目が怪物の内見。総合力は300は一番だと思う。早くリコール対応が完了するといいですね。16、イタリアの風、アクリリア、SR、GT。このバイクは、2022モデルとして発売されたアプリリア初の ADV 系スクーターだ。これも XADV や C400X の影響かな？アプリリア特徴である三眼ヘッドライト化を、セミブロックタイヤの ADV 系のスタイルだ。都会暮らしでも冒険心を忘れないアーバンアドベンチャーがコンセプトで、イタリアンバイクらしくカラーバリエーションも豊富だ。で、スペック的にはどんな感じなの？車両サイズは 1920-165-1295、重量は 148kg でシート高は 799mm。エンジンは水冷単気筒 174cc、最高出力は 17.7 馬力 8500rpm、最大トルクは 1.68kgF7000rpm だ。LCD メーター、USB ソケット、Bluetooth 接続でスマホ制御可能となる MIA 接続システムを搭載だ。ガソリン仕様は不明で燃費は 38.5kg、ガソリンタンク容量は9リットル。航続距離は 346.5km だ。グバイクの中古車登録なし、新車価格は55万円だ。欧州には 125cc 版が存在するぜ。ライバルは ADV150 だが、SRGT の方が最低地上高が 10mm 高く 175mm だ。好みの問題かな？ 17、イタリアの情熱、イタルジェット、ドラッグスター200。2020年モデルのイタリア系オレツ AAK バイク、ドラッグスター200だぜ。剥き出しのトレリスフレームに、前後サスペンション、肩持ちハブステアハブと、チート級装備だ。このスクーター、今まで紹介した二輪モデルとは生まれた経緯が違いますからね。しかも、先代モデルありなんだぜ。マジですか？こちらが先代のドラッグスターだな。先代と機構的には変わらないけど、LED 化が進んだ分デザインがドラスティックに変化したのが特徴ですね。これで通勤したい。で、スペック的にはどんな感じなの？車両サイズは 1890-750、重量は 124kg でシート高は 770mm。エ
エンジンは水冷単気筒 181cc、最高出力は 17.5 馬力 8000rpm、最大トルクは 1.58kg、F7750rpm だ。ガソリン仕様、燃費は不明、ガソリンタンク容量は9リットル、航続距離も不明だ。グバイクの中古車登録なし、新車価格は 75.9 万円だ。主要装備は ABS のみ。気候に全振りしたバイクだぜ。125と200で差額4万4000円なんで、200がおすすめですね。さあ、これで今回紹介するバイクは以上だぜ。次はまとめです。雑誌くれたまとめ。やっぱ、スクーターって1台あると便利ですよね。SS 親ネイキッドと比べれば、サクッと乗って出かけられますから。手軽さと利便性はバイクの中で一番だからな。シートに座ってスロットルを開ければ、楽な姿勢で通勤に買い物、週末のツーリングもどんとこいだ。ぜひお気に入りの1台を見つけて、スクーターライフを楽しんでくださいね。では、今回はこの辺で。それでは、See you! See you!